世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは困っている人を助けたり、逆に助けてもらったりしたことはありますか？私は以前大きな荷物を持っている時に、周りの人が荷物を持つのを手伝ってくれたことがありました。こんな風に助けられるととても嬉しい気持ちになりますよね。今回はそんな心温まる助け合いについてのお話を、私エリのナレーションでご紹介していきます。最後までぜひお楽しみくださいね。それでは早速、話題になった日本人のお話をしていきましょう。2016年2月7日に台湾南部で最大震度7の大地震が発生したのですが、その時にある日本人が取った行動が世界中で大きな話題になっています。一体この日本人はどのような行動を取ったのでしょうか。この行動をして話題になった人物は野崎隆夫さん。野崎さんは日本テレビで記者として活動した後に練馬区議員となり、2008年から台湾でミスターラーメンというラーメン店を経営。このラーメン店は台湾全土で6店舗をオープンし、とても人気のあるラーメン店となっています。そして2016年に台湾南部で大地震が起きました。そのことを知った野崎さんは台湾人のスタッフを連れて、被害を大きく受けた花蓮市へ急いで向かったのです。そして現地に着くや否や、被災者や捜査活動を懸命に行う救助隊員らに約200杯ものラーメンやカレーライスを無料で振る舞いました。実は野崎さんが到着した頃の現地では、生死を分けると言われている72時間の壁が差し迫っており、救助隊員や医療スタッフは体力的にも精神的にも限界が近づいているところだったのです。そんな中、野崎さんは一人一人にお疲れ様です、一緒に頑張りましょうねと笑顔でラーメンを配り続けました。ラーメンを受け取った人は野崎さんの笑顔と温かい心にとても勇気づけられたそうです。そんな素敵な行動をした野崎さんは次のようなコメントを残しています。この3日間皆さんにラーメンを作りましたが、私がこうやって頑張れたのは台南市の皆さんの頑張りに感動したからです。地震の怖さと寒さも加わっていましたが、温かいものを食べるとほっとして幸せな気持ちになれるので、ラーメンを食べて少しでも皆さんの心が癒されたらいいなと思い、ラーメンを作りました。私も地震の怖さはよく知っています。だから自分にできることをしただけです。野崎さんのこの言葉と行動は、被災者と現地の救助隊にとってものすごく励みになったそうです。この活動を伝えた記事は SNS 上で3万件以上のいいねがつき、台湾のネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられています。そのコメントの一部を見ていきましょう。海外の反応。このお話はすごく感動した。本当にありがとう。野崎さんには感謝してもしきれないね。ありがとう野崎さん。そして本当にありがとう日本。野崎社長の台湾への愛と救助に感謝しなきゃ。台南市の議員は誰もこんなことしてくれないわ。この差はとても大きいと思う。日本人こそが台湾人の同胞だよ。南部の被災者の方は一日も早く回復してほしいな。台湾の中にいる中国本土との統一派は、中国の歴史を持ち出して日本人を恨むことをもうやめた方がいい。それに引き換え、本土の冷たい態度はひどすぎるよ。日本人の優しさと心遣いを見習ってほしい。日本の友人の善意に心から感謝します。台湾は決してこのことを忘れません。日本と台湾は国交こそないけれども、民間交流は兄弟よりも親密な関係だと思ってる。1999年に台湾で起きた地震の際に、日本が捜索隊を派遣してくれていなければ、日本で起きた東日本大震災の時に
台湾からあれほど大きな支援はしていなかったかもしれない。東日本大震災の時は私たちは日本の恩に報いただけなんだよ。そしてまた今回の台湾の地震でも日本がすぐ助けてくれた。台湾人だけでなく世界中の人も日本の支援を忘れてはいけないと強く思う。台湾人からの感謝のコメントが多数寄せられていましたね。また台湾以外の国からも多くのコメントがあったので続けて見ていきましょう。わあ、さすが日本。日本は自分の国以外のことでも何かあった時のスピードが本当に速いよね。日本は本当に頼りになる国だな。確か何十年か前に起きた台湾の地震の時も日本はすぐに台湾に向かっていた気がするぞ。日本はシンプルに自分にできることがあるからしただけと言うんだ。かっこいいよね。気持ちだけでここまで行動できるなんてすごいと思う。俺も見習っていこうっと。日本で大地震が起こった時、台湾がすごく大きな額の義援金を被災地に送ったというニュースを見て、お互いに助け合っているんだなって実感したわ。国なんて関係なくお互いが助け合える世界になってほしいと切実に思ってる。大変な時まで政府同士の悪質な血話喧嘩に振り回されるのはもうごめんだよ。野崎さんのラーメンを食べに台湾に行きたくなった。日本人のラーメンってめっちゃ美味しいから。私の国ではボランティアとしてすぐに被災地に迎える人は本当に少ないの。だからとても驚いたわ。本当に心温まる話だと思った。もっと世界に知ってもらうべきだよ。日本人の心の温かさに感動したよ。私が初めて日本に旅行に行った時、電車の乗り方がわからなかったから何人かの道行く人に尋ねた経験があるの。みんな立ち止まってとても親切に教えてくれた。その時に不安が消えて心から嬉しくなったことを覚えてる。野崎さんのラーメンを食べた人もきっとあんな気持ちだったのかな。私も野崎さんを見習って困っている人を助けたいって思った。これって簡単にできることじゃないよ。助け合いの精神を私の国でも浸透させたいな。世界の人たちからも今回の温かい行動に称賛の声が多く届いていましたね。実はこの2016年の台湾南部地震の時だけでなく、1999年9月21日に起こった最大震度 7.7 の台湾での大地震の際にも日本はすぐに被災地に向かっているのです。この地震は通称921大地震と呼ばれました。とても大きな地震で日本の与那国島でも震度2の揺れが発生したほどでした。台湾でも多くの建物などが倒壊。この地震は真夜中に起こったのにもかかわらず、日本の国際消防救助隊が台湾に支援に行くと決まったのは地震発生日の午前11時20分頃でした。しかもその3時間後の14時には台湾に向けて救助隊が飛行機で出発したのです。とても素早い対応で、この日本の救助隊がどの国よりも早く台湾に到着したそうですよ。その後も警察や海上保安庁が次々と台湾へ飛び、総勢約100人もの日本人が救助活動を行いました。1999年当時ではかなりハイテクだった機械を駆使して瓦礫の山を掘り起こし、救助隊員は昼夜を問わず懸命な捜索を続けたのです。救助活動と同時に復興作業も行い、地震発生から3週間後には予定していたプレハブの家を全て建て終えたといいます。それだけにとどまらず、テレビや冷蔵庫、冷暖房器具などの生活必需品も日本から送り、被災者の方々へプレゼントしたのです。救出活動はもちろん、生き残った被災者たちにはこれ以上辛い思いをしてほしくないと懸命に復興作業を続けた日本人。その姿に被災者だけではなく世界中の人々が感動し勇気づけられたといいます。そして
2011年3月11日、今度は日本で東日本大震災が発生しました。この時、台湾は921地震の時に日本が行った支援のように救助隊を日本に派遣してくれたのです。そして食料や毛布や衣料、タオル、暖房器具、粉ミルク、ティッシュなど数多くの物資を寄付してくれました。それだけにとどまらず、義援金として250億円を超える金額が宮城県や福島県などの被災地に届けられたのです。これは驚きの事実と言えます。なぜなら台湾の人口は約2350万人で、日本の人口の5分の1ほどしかいないからです。少ない人口にもかかわらず、こんなにも巨額の義援金が集まったというのは驚くほかありませんね。しかもこの義援金は台湾政府が日本のために募金をしてくださいと声を上げたわけではないのです。実は台湾国民が自発的に募金をし集まった額なのだそう。台湾の人々の優しさがとても感じられますね。募金活動は震災が起こった翌日から台湾各地で行われました。中には少ないお小遣いから毎日1元ずつ募金をした小学生もいたと地元メディアは伝えています。この巨額の義援金は日本が各国から受け取った義援金の中で世界一の金額となり、被災地の住宅や病院などの施設の建設だけでなく、生活支援にも大変役に立ったそうですよ。いかがでしたでしょうか。困った人がいたら助けるという気持ちをすぐに行動に移せることや、恩を忘れず必ず恩返しをするという姿勢も本当に素晴らしいと思いました。私は今回のお話からお互いに助け合う大切さや困っている人を助ける重要さを感じることができました。皆さんはどのようなことを感じ取りましたか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。